あなたが慕っているその人には下心がないと言い切れますか。2024年7月、アメリカルイジアナ州デリッダー。夜遅く、とある一軒家から少年少女の楽しげな声が響いていました。そこはデリッダー市の市長ミスティ・ロバーツの自宅。彼女は10代の息子たちの友人を集め、夜通しのプールパーティーを開いていたのです。地元愛にあふれ、子育てに熱心な市長として知られるロバーツ。夜遅い時間でも親たちは彼女の家ならと安心して子供を送り出していました。そしてそれはパーティーが深夜に差し掛かった頃、ねえ、あれ見てよ。子供たちの一人がプールサイドから2階を見上げ声を上げたのです。2階の少しだけ開いた窓から見えたもの、それは市長のロバーツと16歳の少年が裸体を重ね合う姿でした。子供だけを集めたパーティーの最中、16歳の少年と体を交えた女性市長。市民から信頼されていた彼女に一線を越えさせたその状況とは。彼女は事件が暴かれた際も自分の保身しか考えていなかったんです。おそすけんちゃんです。やみやみこね。というわけでやみこさん、最近ね、はい、買いましたわ。何よ。スイッチ2。スイッチ 2、はい普通にすんなり買えるもんなの今って。今ね、全然買います。あ、そうなんだ、ね。アマゾンで買いました。ちょっとバイオハザードをね、やってたんですよ。で気づいちゃったんですよ。これクリアしても、人生何も変わんねえわって気づいちゃって。あんたゲーム向いてないわよ。いや、ほんとそうで。全部やめて、買ったのにせっか遊び大全のオセロずっとやってた。別にスイッチ2じゃなくてもできるわよ。そうなんだよ。しかもなんかオンラインでなんかさ、生身の人間ってやった方が面白いよ絶対。そうなんだよ。何してんの。でもさ、任天堂を用意したコンピューターバカ強くて、普通レベルまで勝てんだけど、強いにしたら全然勝てない。まあまあまあ、うんちょっと後悔してるかもしれないあんたにおすすめの使い方言うと、お家でパーティーしてスイッチ2みんなでやると楽しいわよ。そうなんだよ。そういうことなんですよ。そういうことなのね。よかった。結局なんか桃鉄とかでいいんじゃないかな。桃鉄スマブラあればいいんじゃない。これスイッチでいいじゃん、もう。2じゃなくていいじゃんとか思ってんだけど。そうね。なので皆さんね、スイッチ2のご購入は計画的に。今回ご紹介するのはアメリカルイジアナ州で起こった事件。これね、42歳の女性市長が16歳の少年に性的暴行を働いたというね、衝撃的な事件なんです。いや、市長ってね、市民の代表で、みんなのね、お手本になるくらいのことをしなきゃいけないと思うのよ。そんな人が何やってんの。まあこれ現場にね、歯止めが効かなくなる状況が揃っていたっていうことが考えられるんです。まあ女性はね、未成年にとってふさわしくない集まりっていうのを主催していたんです。権威者の罠。2024年7月、アメリカルイジアナ州デリッダー。朝方、緑豊かなその地方都市で暮らす少年アレックスは意気消沈した様子で自宅玄関をくぐりました。昨日のパーティーですごく嫌なことがあったんだ。そう切り出したアレックスの方へいぶかしげな顔で向き直った母親。すると彼はこの前日から深夜にかけて友人の家で行われていたプールパーティーで性的暴行を受けた事実を打ち明けたのです。母親は動揺を隠しきれずに言いました。それは大切な息子が性被害に遭った事実に対してだけでなく、その犯人が得票率 60% でこの町の市長に当選した女性ミスティ・ロバーツだったから。時は遡り前日の夕方、市長のロバーツは自宅で開催するプールパーティーの準備に勤しんでいました。デリッダーの小さな商店の娘として生まれ育ったロバーツ。彼女は大学卒業後に帰郷し、前任の市長の下で道路や水道などの公共事業を担当していました。2018年にはこの町始まって以来の女性市長として当選し、2022年に再選。地元愛の強い彼女は6年間市長を務め、住民から厚い信頼を置かれていたのです。それでいてロバーツは女で一つで10代の息子と娘を育てる献身的なシングルマザー。インタビューでも子供のことを最優先に考えていると語る彼女は、子供たちのために彼らの友人だけを集めたパーティーを主催しました。夜通し行われるそのパーティーにも、ロバーツの家ならと安心して子供を送り出した親たち。一方で準備を進めていたロバーツは16歳の息子に対しこんなメッセージを送っていたのです。みんなはどんなお酒を用意したら喜ぶかしら。10代の子たちを集めたパーティーでしょ、なんでお酒なんて用意しようとしてんのよ。まあ自宅で開くならクローズドだし、問題ないっていうね、そういう甘い考えだったんだと思います。しかし夜が深まるにつれ、パーティーの雲行きはどんどん怪しくなるんです。場違いな大人。
ロバーツはパーティーの序盤から子供たちに積極的にお酒を勧めました。市長という信用できる大人のもと気兼ねなくお酒を飲み交わせる。背伸びしていけないことをしている背徳感も手伝い、パーティーは独特の高揚感に包まれていきました。そんな折、多くの子供たちに酔いが回った頃、遅れて到着した少年が一人。アレックス、酔っ払ってないのはあなただけよ。さあ飲んで。16歳の少年アレックスはロバーツに促されるまま急ピッチでお酒を煽り、途中嘔吐するほどに泥酔してしまうのです。市長が未成年に嘔吐するまで飲ませるってもう大学生のサークルじゃないんだからさ、何してんのこの市長は。これ何よりも恐ろしいのが、パーティーで唯一大人であったロバーツ自身もひどく酔っ払ってしまっていたことなんです。時刻が深夜に差し掛かると、ロバーツの振る舞いは酔いが回っている子供たちから見ても異様なものへと変わっていきました。アレックス、あなたってとってもかっこいい。16歳のアレックスの隣にビキニ姿で座り甘くささやきかけるロバーツ。彼女はアレックスの膝に手を置き、誘惑するような生めかしい視線を送っていました。友人の保護者としては不自然なほどアレックスと肌を密着させツーショット写真を撮影するロバーツ。泥酔して意識が定まらないアレックスに無理やり近づく彼女のその行動に、子供たちの中にはこう感じる者もいました。なんか変なの、気持ち悪い。彼が感じたその違和感は、このパーティーに参加している誰もが戦慄するほどあからさまなものへと変貌していくのです。いくら酔っ払ってても自分の子供の友達に手出すなんてありえないわよ。10代でしょ、いやこれはもう周りの子たちもさ、おかしいって思ってても言い出せないわよね、市長だし相手は。本当におっしゃる通りなんですよ。結局その時に周りに止める人がいなかったって状況が一番ね、原因というかやばいことなんですよ。その結果彼女の行動は目を覆いたくなるようなことにどんどんエスカレートしていったんです。最低最悪の夜。周囲の子供たちの目も気にせずプールサイドで16歳の少年アレックスと身を寄せ合っていたロバーツ。気持ちが盛り上がってしまった彼女はその場でアレックスとキスをし始めました。2人が交わしていたキスは挨拶代わりのそれとは違い、男女の関係を意識したもの。これに関してはロバーツもさすがにまずいと思ったのでしょう。外でキスするのはダメよ。彼女はそう言ってアレックスを制止。すると彼は酔いも手伝ってかロバーツにこう言ったのです。じゃあ家の中ならいいの？ロバーツは無言でうなずくとアレックスの手を引き自宅の中へ。そして大きなプールを擁する一軒家からは深夜を過ぎても子供たちの笑い声が漏れ聞こえていた。プールの中ではしゃぐ者、プールサイドで談笑する者、その日だけ許されたアルコールを片手に子供たちはその開放感に浸りながら思い思いの時間を過ごしていた。そんな最中のこと。ねえ、あれ見てよ。その目を大きく見開き声を上げたのはパーティーの参加者で最年少の14歳の少年。彼はプールサイドから見上げたその家の2階のバルコニーを指さしていた。そのバルコニーの少しだけ開いた窓から見えたのは市長のロバーツが16歳のアレックスと裸で交わり合う姿だった。お願い、誰か2人をやめさせて。一同が騒然とする中、ロバーツの娘は普段からは想像もできない母親のみだらな姿を前に泣き叫んでいた。その隣で怒りに震えていたのはロバーツの16歳の息子ショーン。目の前で母親に凌辱されているアレックスは彼の親友だった。ショーンは震える手でスマホを取り出すと奥歯を強く噛みしめながら母親へのメッセージを打った。何やってんだよ、アレックスは16歳だぞ。それはロバーツが何よりも大事にしてきた子供たちの信頼、そしてその街で積み上げてきた信頼の全てが崩れ去った瞬間だった。そもそも市長を務めるような人が未成年にお酒勧めてる時点でおかしいじゃない、しかも1杯2杯どころの騒ぎじゃなくて夜通し行われてたわけでしょ、やばいわよそれは。市長云々の前にそもそも一人の大人としての常識がないですよ、またこれね、心理学上のある理論によると、このパーティーには性犯罪が起こりやすいっていうね、そういう構造がね、あったとされてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、性犯罪における4前提モデルについて。性犯罪における4前提モデルは、児童虐待を専門とするアメリカの社会学者デイビッド・フィンケルホールが提唱した概念。この理論によれば、性加害の多くは次の4つの壁が順番に突破されていった結果起こるとされています。性的欲求などの動機が生じる、加害者の中のブレーキが外れる、周囲の監視やルールなどの外側からのブレーキが外れる、被害者が抵抗できない状況になる。今回も飲酒によってロバーツのブレーキが外れたこと、自宅という監視の目がない空間、
泥酔により被害者が抵抗できない状況と4前提モデルの条件が揃っていました。性犯罪から身を守るためには、よく知っている相手だから安心と決めつけず、この4つの壁が崩れそうな場面に出会った際、即座にその場を離れることが重要なのです。お前どういうつもりなんだよ。自宅2階での行為が目撃された後、息子のショーンはロバーツのやったことを激しく責め立てました。すると驚くべきことにロバーツはこう言い返したのです。文句があるならアレックスに言いなさい。やったのは彼よ。彼女は自身の非を認めず、あろうことか16歳の少年に責任を押し付けようとしました。さらにパーティーに参加していたロバーツの甥はスマホで一部始終を撮影していたのですが、彼女はそのことを知り激高。今すぐスマホを渡しなさい。必死に声を荒げるロバーツとその息子たちを前に酔いが覚めたアレックスは、ここで自分がされたことを実感し、激しい嫌悪感に襲われるのです。パーティーですごく嫌なことがあったんだ。翌朝帰宅すると、アレックスはすぐに母親に事情を話しました。母親がロバーツにメッセージで事実確認をすると、彼女はその夜のことを認め、アフターピルを飲んだと説明。しかしもはや妊娠の心配はないで済ませる事態でないことは火を見るよりも明らかでした。よりにもよってさ、被害者の方に責任を押し付けてんじゃないもんこれ、市長の風上にも置けないわよこいつは。どう考えてもね、ロバーツ自身が性犯罪を起こりやすい状況を作っていたし、アレックスから襲ってきたっていうのは通んないですよね。さらにね、事件発覚後もロバーツは非常に往生際が悪かったんです。無意味な抵抗。アレックスから事情を聞いた母親はロバーツの行動に憤り、すぐに警察への通報を考えました。しかし相手は市長よ。警察に通報したところでもみ消されるわ。デリッダーでは市長と地元警察のコネクションが強く、警察がロバーツ側の味方をする可能性が高く思えたのです。そこでアレックスの母親は警察を通さず秘密裏に地方検事に相談。デリッダー市警ではなくルイジアナ州警察へ事案が引き継がれ、市長の権力が届かないところで捜査が行われる運びに。2024年7月26日、州警察は被害者のアレックス及び現場を目撃していた未成年2人への事情聴取を実施。3人は確かにロバーツがパーティーの夜16歳の少年に対して不適切な行為に及んだ事実を証言したのです。翌日、ロバーツは突如として市長を辞任。これは不祥事に際し、彼女が市議会から追及されないよう先手を打ったものと考えられます。ロバーツは周辺人物への根回しもしており、元夫のダンカン・クラントンは事件直後に彼女から犯行の事実を告白され、次のように依頼されていました。市議会から問い合わせがあっても知らないふりをしてほしいの。またロバーツの親友ジル・ビーバーは事件の日のパーティーに参加していた息子にこんなメッセージを送っていたとも。パーティーであったことは死ぬまで隠しなさい。友人の手を借り、子供たちにまで事件の日のことを口止めしようとしていたロバーツ。しかし大勢が参加していたパーティーでのこと、彼女の思惑通りに行くはずもなく、2024年8月1日、ロバーツは州警察によって逮捕されるのです。ロバーツは保釈金7万5000ドル、日本円換算で約1200万円を支払い、その日のうちに保釈されました。裁判において弁護人は監視カメラ映像や DNA などの証拠がなく、検察が現場に居合わせた子供たちや元夫のダンカンの証言だけに頼っていることを指摘。検察の証拠は事実というより噂に過ぎないと断じますが、陪審員がどのような心証を持つかはもはや分かりきっていました。迎えた2026年3月、ロバーツは1時間にも満たない評議で有罪判決を下されるのです。量刑言い渡しは2026年4月17日の予定。未成年との不適切な接触、わいせつ行為の2つで有罪となったロバーツには最大で17年の禁錮刑となる可能性があるとされています。また彼女には第一級性犯罪者としての登録が義務付けられ、そのレッテルは一生つきまとうことに。証言が噂に過ぎないとか言ってるのもさ、目撃者が子供だけだからってなんかもみ消そうとしてる意図が透けて見えんのが腹立つわよ。もう誠意が1ミリも感じられないですよね。ちなみに証拠については甥っ子がね、自分のスマホで撮影してたらしいんですが、彼自身の未成年飲酒がバレるのを恐れるあまり消してしまったみたいなんです。有罪を言い渡された直後、法廷で泣き崩れたロバーツ。その姿を見ていた被害者アレックスの母は激しく取り乱し、法廷外への退出を命じられる事態に。彼女は心に傷を負った息子に対し被害者かのように振る舞うロバーツが許せなかったのでしょう。ちなみにロバーツの事件と直接関係はありませんが、彼女の弟ブランドン・リー・ロバーツもこの前年2件の強姦罪で懲役32年の判決を下されています。全くの同時期にのどかな地方都市出身の兄弟が同じような罪に問われたことに市民は驚きを隠せなかったのです。
です。市長という信頼できる立場にあるはずの大人が過ちを犯してしまった今回の事件、また被害者からすれば友人の母親が手を出してくるなど想像もしなかったでしょう。しかし先ほども話したように、よく知っている相手はすなわち安全とは限りません。アメリカ最大級の性暴力防止団体レインの統計では、18歳未満の被害者の 93% がよく知っている大人から性加害を受けたと話しているほど、未成年にお酒が出る、周りが止めない、閉鎖的な空間、立場の強い人間がいる、4前提モデルでいう壁が壊れやすい状況を作らないことこそが性犯罪の現実的な予防法です。あなたはこれまで危険な人間とはどんな人だと想像していましたか？状況次第でまさかと思う相手が表変することも往々にしてあるのです。